世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、たかと申します。今回はですね、ちょっと先行入力に関する話をしていこうと思うんですけど、まず最初にですね、念のためと言いますか、皆さんね、この動画見ている方はほぼほぼご存知だとは思うんですが、先行入力とは何ぞやというところをね、一応振り返っておこうと思います。先行入力っていうのは、プレイヤーがね、ボタンを押したとか押してないとか、そういった操作を予約しておくシステムになります。つまり先行入力予約とかいう言い方をした方が分かりやすいのかもしれないですね。じゃあここでちょっとプレイヤーの攻撃モーション見ていきましょうか。ニュートラルななぎ払い系の攻撃ですね。モーション全体の長さは93フレーム、1.56 秒となっております。で、例えばガードと回避のキャンセルタイミング見てみましょうか。ここですね。40フレーム。0.67 秒が経過した時点で、ガードと回避であれば、残りのモーションが終了するのを待たずにね、次の行動、つまりガード回避に移ることができるようになっています。この40フレームのことをキャンセルタイミングとか言ったりしますね。モーションのお尻の方が再生終了するのを待たずに次のアクションに移行できるので、つまりキャンセルタイミングとかキャンセルフレームなんて呼び方がされてますね。一応あとこの40フレーム地点ではアーツだったりとか、あと一部の攻撃モーションもこの40フレーム時点でキャンセルできるようになってますと。そうなんですよ。うちのゲームね、実はキャンセルタイミングをこんな感じでね、自由にフレーム分けれるようになってて、これによってね、コンボのルートがつながるつながらないとかを細かく調整できたりっていう風な仕組みになっております。では改めて先行入力についてなんですけど、一番上にですね、リザーブインプットって書いてあるラベルが貼ってあるかなと思うんですけど、このリザーブインプットがね、先行入力の受付期間となっております。じゃあ例えば30フレームの時点見てみましょうか。ちょうどね、剣を振りかぶって今にも切りかかろうとしているタイミング。例えばこのタイミングでね、じゃあこの攻撃の後にもう最速で回避したいって思ったとしましょう。その場合はね、もうこの30フレームの時点で回避ボタンを押しちゃって大丈夫です。もうね、先行入力、つまり予約の受付が開始されてますので、もうこのタイミングで予約購入しちゃって OK ってことですね。ここで回避ボタンを押していた場合は、そのまま時が進んでいって、40フレーム、つまりキャンセルタイミングが来た時点で、自動的に最速で回避のモーションが出てくれると。これこそが先行入力の正体ですね。ということで、先行入力、それからキャンセルフレームのね、概念が皆さんに伝わったところで、早速ね、本題に入っていこうと思います。ではその本題っていうのが、先行入力のね、受付フレーム、期間の長さっていうのはどれくらいが適切なのかっていうところをね、ちょっと先輩ゲームとかを見ながら考察していこうっていうところなんですが、まずストリートファイター6ですね。こちらはちょっと先行入力の長さ調べてみたところ、一応ね、これ公式情報ではないんですけど、4フレーム程度っていう記述を発見しました。これはやっぱり格ゲーなんでね、結構シビアな短さですよね。僕も始めたての頃はね、結構この先行入力が短いことによってコンボミスったりとかした記憶があります。ただこれ4フレーム程度っていう風に記述があったので、おそらく技によって可変なのかな、多分ですけど、確かにターゲットコンボなんかはね、結構適当にボタン連打してても出た記憶があります。で、どっちかというとね、ソウルシリーズだったり、うちの千葉みたいなゲームはこのターゲットコンボに近いような操作感、あまり入力のことは心配しなくても普通にコンボはできるっていう方面に寄せていくのがいいのかななんて思ってますね。ただこれあまりにもね、先行入力受付長くしすぎてしまうと、今度はね、誤爆問題が出てくるんですよね。エルデンリングなんかも結構ね、先行入力が長いことで有名なんですが、いろいろね、レビューとか調べてみると、その先行入力が長すぎることによってね、意図しない技の誤爆があったりとかっていうのは結構散見されたので、ちょっと注意していきたいところ。で、そんなソウルシリーズとか格ゲーのちょうど中間ぐらいに当たりそうな、ちょっとスマブラをね、調べてみたんですけど、こちらも一応公式情報ではないんですが、9フレームという情報を見つけました。一応こっちはね、なんか技ごとに優先度が設定されてて、そのせいでなんかこう反転の先行入力がやりにくいとか、そういう細かい仕様もあったみたいなんですが、一応大まかなルールとしては9フレーム間が先行入力受付フレームとなってるみたいでした。これも解釈一致ですよね。スト6みたいな格ゲーとかよりは全然ね、連続技出しやすいなっていう印象があったので、ちょうど2倍ぐらいのね、4フレームの2倍ぐらいの9フレームになってますよと。ということで、ソウルシリーズだったり、うちの千葉みたいなゲームは、
このスマブラよりもね、さらに長めぐらいが、ゲームスピードとかを見てもちょうどベストなのかなというふうに思うんですが、現状ですね、今の千葉の設定値が、だいたい15フレームから長いものだとね、40フレームぐらい先行入力受け付けてるモーションも存在しました。で、これ中間値でいくと多分20から25フレームぐらいになってる技が多いのかなと思います。これどうなんでしょうね。ちょっとソードシリーズのやつがね、なかなか調べても出てこなかったので、というか向こうもおそらく可変でしょうからね、そことしっかり比べ合わせるっていうところは難しいっていう話もあるんですけど、スマブラスト6と比べてね、15から25あたりっていうのは、ちょうど妥当なんじゃないかなと、個人的にプレイしていて、そのプレイ感を見てても思うので、ちょっとね、一旦このフレーム感で、体験版までね、行こうかなと思うので、ここに関してはね、動画視聴してるだけでは全然ちょうどいいかどうかっていうところ判別つきづらいと思うので、またね、皆さんのお手元で触れるような状態までいったら、そういうところをね、気にしながらプレイしてもらって、この YouTube のコメント欄とかにね、皆さんの意見出してもらえると嬉しいなと思っております。というわけで、今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。